こんにちは。煮上がりで外食がしたい気持ちをぐっとこらえて、今週は運動会やハロウィンにも使える大人様お子様ランチ。普段なら気合を入れて作る料理も下味冷凍で簡単。それでは行きましょう。冷凍ストックのローストビーフはめんどくさくないバージョン。中火で全面軽く焼いていきます。コストコの大容量のお肉、まとめ買いをしてストックしたものです。焼き色がついたらラップしていきましょう。ラップは二重巻き。水やお肉が漏れないようにビニールに包んでからジップロックに入れて鍋に入れます。3分煮てから火を止めて、蓋を止めて15分ぐらい低温調理。その間にお肉の油でタレの冷凍ストックを作る。タレは我が家はニンニクの効いたコクうまのソースが好き。甘口醤油がない場合は醤油大さじ4で OK です。うねうねしたり回してみたり、焦げないように火にかけます。粗熱が取れたらさらに密閉して真空にします。大小2つ作ったので食べる分だけ小分けにして冷凍すればいつでもごちそうが食べられます。タレも冷めたら袋に詰めて冷凍しましょう。食べるときは半解凍にして切ると薄く切りやすいです。冷蔵庫で半解凍して切ってタレをかけると解凍が早いです。メインとしても料理の添え物としても使えます。とっても美味しかったです。お子様ランチといえばチキンライス、玉ねぎと人参を足して優しめの味を作ります。ブンブンチョッパーでみじん切り。ウインナーがあると香りが美味しいので薄切りに1本ほど。チキン一口小サイズに切ったら詰めます。みじん切りの野菜とウインナーとハム。ケチャップ大さじ4、砂糖小さじ2、水 100ml、コンソメ大さじ1弱、バター 10g。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しています。水を 100ml 入れて、火は弱めの中火で沸騰まで蓋をする。沸騰したら水気を飛ばしてとろみができたらお米を入れていきます。お米は固めに炊いて 1.5 合分ほど入れて混ぜたら完成。美味しかったけど顔の無負感がすごい。運動会の日の夕飯は大好物の唐揚げにします。もも肉を一口サイズ大にカットして染み込みやすくフォークで穴を開けて詰めます。今回は余りをストックするので多めに作る。醤油、みりん、酒は大さじ3対2対1の割合。これに味噌を大さじ1弱。にんにくはチューブでもみじん切りでも OK です。少しだけ揉み込んで冷凍庫に保管します。解凍は水で解凍しました。ざるにあげて水気を切ったら片栗粉を入れてシャカシャカ。箸で小さな泡が立ったら投入。2度揚げするので両面このぐらいの色になったら一旦取り出す。2度揚げしたらバットにあげます。やっぱり醤油味が最高です。ピーマン苦手を克服する味付けのチンジャオロースならパクパク食べてくれます。ピーマンは縦切りに、パプリカは彩り要因。牛肉でも豚肉でもどちらでも OK です。薄切りにしたら詰めます。お肉は下に。カットしたピーマンは上に置いてください。醤油大さじ1、酒大さじ2、みりん大さじ1、砂糖大さじ1、オイスターソース大さじ 1.5。 空気を抜いて冷凍庫へ保管します。お肉だけ入れたら火は強めの中火で蓋をする。ピーマンは水分が少なくなって煮立ったら入れて強火にします。タレが少なくなってきたら完成です。ご飯が進むチンジャオロースの完成。とっても美味しかったです。サバは親子ともども大好きなお魚。2等分にカットして詰めるだけの簡単です。醤油大さじ1、みりん大さじ2、酒大さじ4、生姜チューブ 2,3 センチ。
あとは味噌大さじ2に水 100ml 入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。水で半解凍しました。火は弱めの中火で蓋をします。途中ひっくり返して味噌が煮立ったら完成です。身が柔らかくてとっても美味しかったです。子供の好きなごちそうはナポリタン。下味つけておけば楽です。玉ねぎ薄切りにピーマンも横切りでカットしていく。ウインナーにベーコンかもしくはハムを。今回はコストコのハムを入れています。ウインナーみたいなハムでとっても美味しいんですよ。あとは袋に詰めたら調味料だけです。ナポリタンは牛乳を入れると懐かしい味がします。大さじ3、醤油、砂糖、コンソメ小さじ1、バター 10g、ケチャップ大さじ3、ソース小さじ1。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。冷蔵庫で解凍しました。火は弱めの中火で煮込みます。パスタを入れてあえたら完成です。優しくて懐かしいナポリタン、とっても美味しかったです。ペッパーランチに下味をつけるとさらに時短ができます。お肉は豚肉でも牛肉でも何でも OK。 牛肉が少し余っていたので塩コショウと両方のお肉を混ぜて我が家は作ります。醤油、酒大さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1、オイスターソース大さじ1、バター 10g にニンニクを。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。水で解凍しました。火は弱めの中火でコーン缶半分入れて、途中から中火で水分を飛ばして真ん中にご飯。一応丸くしておく。追いコーンにネギと追いバターであっという間に完成です。飛びつくように喜んでくれました。締めの日曜日は手抜きでも美味しい揚げ肉団子。地元の中華料理屋さんにある肉団子をイメージして作りました。肉団子はお肉だけのシンプルなのですぐにできます。鶏肉の肉団子も一緒に卵黄、醤油、酒、塩で味付け、片栗粉で混ぜたらお湯に入れていきます。スプーン2個使って丸めると丸めやすいです。浮いてきたら揚げて、これを繰り返して、豚肉の団子も湯がいたらバットにあげて粗熱を取ります。豚の肉団子は冷めたら詰めて片栗粉をかけるだけです。大さじ3から4入れて袋を閉じて振ってまぶしたら完成です。冷凍庫へ保管します。160度から170度の油で揚げます。両面転がしてきつね色になったら完成です。火を通しているのでしっかり熱を通さなくても大丈夫です。あっという間に完食。ローストビーフと一緒にいただきました。土曜のペッパーランチの時の付け合わせのスープ。お酒、塩、醤油で味付けしておきます。キャベツじゃなくてもネギや玉ねぎ何でも OK です。お湯を 900ml 解凍せずそのまま鍋に入れて弱めの中火で蓋をする。沸騰したら少し混ぜてこれで完成です。優しい味でペッパーランチに相性が抜群でした。金曜のナポリタンのおかずはミートボール、醤油、ソース、砂糖大さじ1にお水 120ml、ケチャップ大さじ3、これで完成です。解凍は冷蔵庫で半解凍しました。火は弱めの中火で蓋をして途中転がして煮立ったら完成です。柔らかくてとっても美味しかったです。1週間分の下味冷凍と冷凍ストックを作れば外食をせずに食材も余らないので今週も楽ができました。そして運動会頑張ったねの子供スペシャルでとっても喜んでくれて、作っている側にとっても満足な献立でした。
献立にも悩まなくて済むので、皆様もぜひ作ってみてください。また来週もお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。また来週。